はい、どうも、たんぼです。今回は超高速ゲート開閉で効率アップした埋没式ゾンビトラップ2を作っていきたいと思います。特徴1、超高速のゲート開閉機構により従来の開閉速度から圧倒的に高速化、ゲート4枚構成並みの脇効率をゲート2枚で実現します。特徴2、チェストに収まりきらない腐肉は自動で処理、溶鉱炉に腐肉が流れて精錬機能が停止することはありません。また、金の剣は捨てることなく全て精錬し、無駄なく金を作ります。特徴3、クラフターを内蔵し、金の塊、金ゴッドは自動で金ブロックへ圧縮、チェストに格納できる金の量が格段に増えました。特徴4、装置を止めた後もしばらくピストラの動作が継続、装置停止後極力ゾンビグが溜まったままにならないよう工夫しています。特徴5、レベル30まで1分15秒、たったの10分放置しただけで腐肉は3000個以上、金ブロックは58個、金インゴット換算で522個手に入り、従来のゲート2枚構成の効率を凌駕します。超高速ゲート開閉の仕組みだけでも組み込むと今お使いのゾンビグトラップが大化けするので、ぜひ参考にしてくださいね。では作り方です。今回の材料はこちら。氷塊は青の氷でも OK。ドロップ増加3のついた剣があるとアイテム数が増えます。水星特攻5のついたトライデント5本は今回は必須となります。水星特攻5でないとゾンビグの処理が間に合わずワールドが重たくなるので頑張って集めてください。金の剣の精錬に使う燃料はクラフターを使う関係上、空バケツが出るマグマバケツが今回は使えないので、乾燥した昆布ブロックやブレイズロッドなどの燃料効率の良いものを10スタックほど準備してください。装飾にシーランタンやクォーツブロックを使っていますが、他のブロックでも代用 OK です。数え間違いがあるかもしれないので、念のため少し多めに準備してくださいね。今回の装置のサイズは装飾込みで横15、奥行き10、高さ 5.5。装置下の一部は深さ3、ゲートを置く場所は深さ28まで掘り下げます。注意点としては、設置するゲートの下辺が Y0 以下だとゾンビグが湧かないので、待機場所の高さが Y30 以上になる場所に作成する必要があります。地下に作る場合はご注意ください。装置の向きは必ず西向き。また効率アップのためにチャンクの境目をまたがせてゲートを配置するので、広く見積もって6チャンク分のこのような平らなスペースがあると作りやすいと思います。では作っていきましょう。まずはチャンクの角の特定からやっていきます。X 座標と Z 座標が16で割り切れる場所を探して、そのポイントの地面を石レンガに置き換えて T の文字になるように方向を変えましょう。この時の状態が奥が北になりますね。次は石レンガの北側に横10、奥行き23でこのように四角く1マス掘り下げます。石レンガが T の文字になっていることを確認して、まずは北側のここを1マス掘ります。次に左に1、2、3、4個、右側に1、2、3、4、5個掘って計10マスにします。次はここから2、3、4、5、22、23マス掘ります。一旦こんな感じですね。あとはこれを基準に 10×23 の大きさで掘り下げましょう。次は今掘った部分をさらに7マス掘って深さ8マスにしていきます。まずはここから2、3、4、5、6、7、8。深さ8マスのところまで来たら他も同じように掘り下げていきましょう。次は左から2マス間を空けた位置から2マス幅で20マス下までこのように掘り下げます。まずはこの角から数えて1、2マス間を空けたら2マス幅で一旦奥まで掘って目印をつけましょう。次はこの位置に乗って現在の Y 軸を確認。今回は Y59 ですね。ここから20を引いた Y39 まで目印部分を掘り下げていきます。ではここから掘っていきます。はい、Y39 まで来ました。あとは同じように掘り下げていきましょう。次は掘り下げた場所に 23×23 のゲートを配置します。ゾンビグはゲートの東に湧くので、掘り下げた2マス幅の穴の左側、西側に設置する点に注意です。ではまずは奥まで進んで、この位置を掘って水をシャバー。次に左奥の角から手前の角までダーッと黒曜石を23個置いていきます。奥行き23で掘り下げているので、端から端まで置けばちょうど23個で埋まります。角まで置けたら今度はここに乗って登りながら黒曜石を22個置いていきましょう。22個置くとこのように穴から3マス上まで黒曜石が来る感じになります。次は奥に向かって下の水たまりに着水したら、今度はここから22個黒曜石を置いていきましょう。22個置くとこのように穴から3マス上まで黒曜石が来る感じになります。あとはここからダーッと黒曜石を置いていって、ここまで置いてつなげましょう。はい、これで1枚目は OK。次はさらに2マス間を空けた位置から左側と同じように20マス掘り下げます。まずはここから1、2マス間隔を空けて、ここから2マス幅でまず目印を作っていったら、
20マス下の Y39 の高さまで掘り下げていきます。次はゲートの設置です。ここも左側と同じようにやっていきます。まずは奥まで進んだらこの位置を掘って水をザバー。次はこの角から黒曜石をダーッと23個置いていきましょう。置けたらこの位置から上に登りながら22個黒曜石を置いていきます。するとこのように穴から3マス上まで積み上がります。では今度は奥側、一旦下に降りてこの位置から22個置いていきましょう。はい、穴から3マス上まで置けました。あとはここからダーッと置いていってつないでください。これでゲートの設置は OK。次は水流を作っていきます。まずはこの位置を2マス下まで掘り下げていきましょう。まずはここから1、2マス間隔を空けて、ここから1、2マス。あとは Y39 まで掘り下げていきます。はい、掘り下げました。次はゾンプギ以外が湧かないように、このように適度に松明を置いていきます。松明はゲートがある方につけるとゲートが開かなくなってしまうので、右側の壁に取り付けていってください。はい、OK。次は奥から掘り下げていって水流を作っていきます。まずは奥まで行ったらこの位置から1マス掘り下げていきましょう。するとここまで水が流れます。次はこの位置からさらに1マス掘り下げていきます。同じ要領で次はここから1マス掘り下げていきましょう。最後はここから掘り下げて端まで水流を作ります。ここまでできたら手前から2マス目の壁にボタンを1、2個置いて水を遮ったらこの位置のブロックを壊して境界に変更しておきます。次はこの位置から仮ブロックを置きながら上に登ってボタンの上にガラスを設置。ガラスに乗ったら仮ブロックを撤去します。あとはこのままガラスを置きながら上に登っていってください。はい、このように地面の高さまでガラスが置けたら OK です。次は昆布を使って水流エレベーターを作っていきます。まずはこの位置から水を流したら一旦下に降ります。次はこの位置から1、2、3マス掘って下から昆布を植えながら上に登っていきましょう。このように一番上まで昆布を置けたら再度下へ降りて昆布を撤去します。これで全部水源ができたので中に入ったら一番下をさらに1マス掘ってそこにソウルサンドを設置すると地面までこのように押し上げられます。これで水流エレベーターは OK です。では視点を変更して今度はこちらの水路も作っていきます。まずはゾンピグイガが湧かないように松明を置いていきましょう。奥まで移動したら水に着水。松明はゲートのある方に置くとゲートが開かなくなるので右側の壁に取り付けていきます。はい、 OK。 次は奥から水を伸ばしていきます。奥まで移動したらこの位置から1マス掘り下げて水流を延長。同じ要領で残り2回水流を延長していきます。計3回水流を延長してこのように1マスだけ水流がない状態になっていれば OK です。次は水流エレベーターまで経路を作っていきます。まずはこの1マス残ったところを1マス掘って方向を180度変えたらここから123、123と掘ります。次はここから曲げて123、123と掘って次はこの地面を123と掘ってさらに123、123と掘りましょう。あとはこことここを掘ると水流エレベーターにつながるのでこことここにボタンを置いて水流をせき止めてソウルサンドの手前を掘って境界を設置。最後に水流の端をこのように壊すと水流エレベーターまで水が流れるのでそのまま流れに乗って水流エレベーターに乗って地面まで戻ってください。はい、これでゾンピグを地上に運ぶ仕組みは完成です。ここからはゲート開閉機構を作っていきましょう。ではまずは作業がしやすいようにはしごと仮ブロックを設置します。ここから数えて1、2、3、4、5、6マス目。この位置からはしごをかけて降りれるようにしておきます。次ははしごの位置からそのまままっすぐ穴を渡れるように仮ブロックをこんな感じで置いていきましょう。仮ブロックが置けたらこちら側にもはしごをつけておきます。はい、このようになりますね。では視点を変更してまずはゲートを高速で閉じる仕組みを作りましょう。仮ブロックとディスペンサーをこのように向かい合わせに設置します。ディスペンサーの向きはこちら、向きに注意です。まずはこことここに仮ブロックを設置してこの位置にディスペンサーをポン。顔の向きはこちらですね。次はここから仮ブロックを1、2、3個置いてここは壊してこちら側に渡ったらこの位置にディスペンサーをポン。設置できたらこのようにディスペンサーが向かい合わせに置けていることを確認しておいてください。
次は不透過ブロック、ガラスをこのように設置します。見やすいよう色付きガラスを使いますが、通常のガラスで大丈夫です。まずは不透過ブロックをこことこことここに設置。次はガラスをこことこことここに設置してください。次は回路です。まずはダストをこのように設置します。ダストを置く位置はこのガラスの上、このガラスの上、あとはこことここです。次はリピーターを3つ設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはこの向きでディスペンサーの上と不透過ブロックの上に設置。あとはこの位置にこの向きでポン。ダストとリピーターが正しく置けているか確認しておきましょう。問題なければ仮ブロックを撤去して反対側の回路も作っていきます。まずは不透過ブロックと仮ブロックをこのように設置します。まずはディスペンサーの左右にポンポン。次はこの位置。次はこの位置に仮ブロックを設置して、その上に不透過ブロックを設置します。次はガラスをこのように設置します。ガラスを置く位置はディスペンサーの上、仮ブロックの右、仮ブロックの下、そしてこの位置です。正しく置けているか確認して、問題なければ仮ブロックは撤去してください。次は回路です。ダスト3箇所をこのように設置します。まずはこのガラスの上、このガラスの上、あとこの不透過ブロックの上です。次はオブザーバーとスライムブロックをこのように設置します。まずはこの位置に登って、この不透過ブロックに向けてオブザーバーをポン。信号の出口がこちらになりますね。置けたら上にスライムブロックを設置してください。次はリピーターを3つこのように設置します。リピーターの向きはこちら。奥のリピーターはゲートの角を壊して設置する点に注意です。まずはこの位置にこの向きでポン。次はこの位置。最後の一つはゲートの角をこのように壊して、そこにこの向きで設置してください。はい、OK。次は粘着ピストンを設置して回路のオンオフができるようにしておきます。まずはスライムブロックの上に仮ブロックを1、2、3個設置して、下2つは壊します。次に下から見上げながら仮ブロックの下に下向きの粘着ピストンを設置。このように置けたら仮ブロックを撤去してレバーをこの位置に取り付けて一旦オンにしてオフにします。するとこのようにオブザーバーとスライムブロックが持ち上がった状態になるので確認しておきましょう。次は粉雪とバケツをセットしていきます。右側のディスペンサーの中には粉雪を入れて、反対側にはバケツを入れます。できたらレバーをオンにしてください。このように高速で粉雪が出し入れされていれば OK です。動作に問題がなければレバーをオフにして止めておきましょう。これで高速で閉じる仕組みが一つ完成。これと同じものをもう一つのゲートにも取り付けていきます。内容は全く同じなので簡易的に説明していきますね。詳しく確認したい場合は動画を少し戻して一つ目の作り方の流れを参考にしてくださいね。まずは仮ブロックとディスペンサーを設置。不透過ブロックとガラスを設置。ダストを置いてリピーターを設置。反対側は不透過ブロックと仮ブロックを設置。ガラスを設置し仮ブロックは撤去。ダストを置いてオブザーバーとスライムブロックを設置。スライムブロックの前後にリピーターを2つ設置し、ゲートの角を壊してそこにもリピーターを設置。粘着ピストンを仮ブロックを使って設置し、スライムブロックとオブザーバーを持ち上げ、レバーを取り付けておきます。2つ目ができたら右側のディスペンサーには粉雪を入れて、反対側にはバケツを入れてレバーをオン。このように高速で粉雪が出し入れされていれば OK です。確認したらレバーをオフにしておきましょう。これで高速で閉じる仕組みは完成。次は装置停止時にゲートを閉じたままにしておくための仕組みを取り付けていきます。まずは仮ブロック、ディスペンサー、ダストをこのように設置します。作成する位置は奥の回路に干渉しないように1マス離した位置から作るので、まずはこの位置に仮ブロックを1、2個。次はこちら側に回ってディスペンサーをこの位置にこの向きで設置。今度は反対側に回ってこの位置にこの向きで設置。できたら仮ブロックの上に登ってディスペンサーの上にダストをポンポンと置いてください。次は粘着ピストン、レッドストーンブロックをこのように設置します。まずは仮ブロックの上にさらに仮ブロックを1、2、3個追加。できたら下2つは壊します。次は下から見上げながら下向き粘着ピストンを設置して、その下にレッドストーンブロックをポン。ここまでできたら仮ブロックは全て取り除きます。このようになっていれば OK です。次は粉雪バケツを入れていきましょう。粉雪バケツを入れるときはまずは粘着ピストンにレバーを取り付けてオンにした状態にして、ディスペンサーに粉雪バケツを1つ、
こちらにも1つ入れます。では動作テストです。レバーをオフにするとこのように粉雪が出て、オンにすると粉雪が回収されます。動作に問題なければレバーをオフにして粉雪が出た状態でレバーは撤去しておきましょう。これで装置停止時にゲートを閉じたままにしておくための仕組みは完成。次は高速でゲートを開く仕組みを作っていきます。まずは 12×5 のサイズで不等価ブロックの枠を作っていきます。ゲートは閉じたままにしておく機構から1マス離すので、粉雪がある位置から1、2マスずらしたところから落下しないようにしゃがみながら穴に進んで、180度方向を変えたら1マス、2マス目の位置にこのように不等価ブロックを設置。あとは横に2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個このように伸ばします。次はここから4つ不等価ブロックを置いて、あとは黒曜石に沿うように横に置いていって四角い枠を作ります。次はこのように作業台で枠の内側を埋めていきます。こんな感じでどんどん埋めていきましょう。次は1マス掘り下げてオブザーバーを11個入れていきます。まずはこの位置からこの位置まで掘ります。できたら奥1マス開けて作業台の隣に置く感じでこの向きでオブザーバーを置いていきましょう。次はこちらからこのオブザーバーの顔に向けてオブザーバーをポン。上から見た時にオブザーバーの上にある三角マークがこのようになっているか確認しておきましょう。次は先ほど置いたオブザーバーと同じものを斜め上に置いていきます。まずはこの位置からこの向きでオブザーバーを置いていき、隣と同じ長さを置きます。できたら反対側に回ってオブザーバーの顔に向けてオブザーバーをポン。ここも置けたらオブザーバーの上にある三角マークがこのようになっているか確認しておきましょう。次は一番左の向きの違うオブザーバーを上下させるための下向き粘着ピストンをこのように設置します。まずは一旦仮ブロックをここと斜め上のここに置いたら、ここを1マス掘って中に入り、上を見上げながら下向き粘着ピストンを設置。次はこの位置から上を見上げながら下向き粘着ピストンを設置。正しく置けたら掘った穴は戻し、仮ブロックも撤去しておきましょう。次は不等価ブロックを2つ設置し、粘着ピストンでオブザーバーを持ち上げておきます。不等価ブロックはここと、あとはここですね。できたらこの位置に一旦レバーを取り付けてオンにしてからオフ。粘着ピストンがオブザーバーを持ち上げた状態になっていれば OK です。レバーは撤去しておきましょう。あとはマグマを入れればゲートを開く仕組みは完成ですが、マグマは後で流すのでこのタイミングでは入れなくても OK です。ではここまで作ったものと同じものをこちらのゲート側にも作っていきます。作り方は全く同じなので簡単に説明していきますね。詳しく確認したい場合は少し動画を戻して作業手順を確認してくださいね。まずは不等価ブロックで 12×5 の枠を作って中を作業台で埋めます。次は1マス掘り下げてオブザーバーを11個この向きで設置。それと同じものを斜め上にも設置。粘着ピストンを設置したら不等価ブロックを置き、粘着ピストンをオンオフする。はい、これでゲートを開く仕組みは OK です。では次はこれまで作った3種類の仕組みを1つのレバーでオンオフできるように回路をつないでいきます。まずはこのようにガラスで回路の置き場を作っていきます。ガラスを置く位置はまずこの粘着ピストンの側面。次はこの不等価ブロックの上からこのように置いて、ここは壊す。次はこの粘着ピストンの右から1、2と置いて、この粘着ピストンの左から1、2と置きます。次はシレンガの2マス下のここから1、2と置いて、次は斜めのこの位置にポン。はい、OK。次はダスト、レッドストーンランプ、レバーで回路をつないでいきます。まずはダストをこの位置から1、2、3、4、5と置いて曲げて1、2、3、4、5、6。ここまで置いたらこの粘着ピストンの上とこちらにも伸ばしてこの粘着ピストンの上まで置きます。ここでレバーは取り除いておきましょう。あとは残りのガラスの上にダストを置いていって、最後のダストの上にレッドストーンランプを置いてレバーをこの位置に取り付けてください。では動作テストです。レバーをオンにしてそれぞれの仕組みの動きをチェックしていきます。まずは高速で閉じる仕組みはこのように回路が動いているのが見えて、粉雪が高速で出たり消えたりしていれば OK。次は装置停止時にゲートを閉じたままにする仕組み。こちらは現在装置はオンの状態なので、このようにレッドストーンブロックがディスペンサーの後ろに来ていて、粉雪がディスペンサーの中にしまわれている状態になっていれば OK です。続いて高速でゲートを開く仕組みは粘着ピストンが伸びていてオブザーバーが下がっている状態になっていれば OK です。
次はレバーをオフにして動作テストです。まずは高速で閉じる仕組みは回路が停止。ディスペンサーの前には粉液がない状態になっていれば OK です。続いて装置停止時にゲートを閉じたままにする仕組み。こちらはレッドストーンブロックが上に持ち上がって粉液が出ている状態であれば OK です。続いて高速でゲートを開く仕組みは粘着ピストンが引っ込んでいてオブザーバーが持ち上がっている状態になっていれば OK です。これで高速ゲート開閉機構は完成です。視点を変更してここからは大量のゾンピグを処理するための専用のピストラを作っていきましょう。まずは水流エレベーターの上に不透過ブロックと下向きピストンをこのように設置します。まずは一旦ここから仮ブロックを置き始めて、水流エレベーターの上に2つ仮ブロックを置いたら、その上に不透過ブロックを設置。仮ブロックを撤去して、下から見上げながら下向きピストンをこちらと反対側のこちら側にも同じように設置してください。次は不透過ブロックと黒曜石をこのように設置します。まずは不透過ブロックをこことここ、次に黒曜石をこことここに置きます。次は不透過ブロック、上向き粘着ピストン、スライムブロック、オブザーバーをこのように設置します。まずはこの位置に不透過ブロックをポン。次にジャンプしながら上向き粘着ピストン。次はスライムブロック。その上に仮ブロックを2つ置いて、下の方は壊します。あとは見上げながらこの位置にオブザーバーを設置。置けたら仮ブロックは撤去します。オブザーバーの顔が上を向いていれば OK です。次はリピーター、ダスト、横向きピストンをこのように設置します。リピーターの向きはこちら、ピストンの向きはこちらです。この位置のリピーターは遅延をプラス1する点に注意です。まずは上に登ったら、この黒曜石の上にこの向きでリピーター。1回クリックして遅延をプラス1します。次はこのピストンの上にダスト、この不透過ブロックの上にこの向きでリピーター。このピストンの上にダスト、この不透過ブロックの上にこの向きでリピーター。あとはダストをこことここに置いて、最後に水流エレベーター側に伸びる形でピストンをこの黒曜石の下にポン。はい、OK。では動作テストです。一旦この不透過ブロックにレバーを取り付けてオンにすると、こんな感じでピストンが全部バラバラのタイミングで動くので確認してください。このように動いていれば OK。レバーは撤去しておきましょう。次は回路を置くスペースを作るので、横6、奥行き2、深さ3で掘り、その他一部も削ります。まずはこの不透過ブロックの手前から深さ3マスで横に6マス掘っていって、次は奥にもう1マス広げていきます。一旦こんな感じ。あとはこの位置を1、2個削ってください。次は回路です。リピーター不透過ブロック、レッドストーントーチをこのように設置します。まずはリピーターをこの位置にこの向きで設置。次にリピーターの先のブロックを不透過ブロックに置き換えます。次は置き換えた不透過ブロックの側面にトーチ。そのトーチの上に不透過ブロック。不透過ブロックのこの側面にトーチを取り付けましょう。次はガラス、ダストを使ってこのように装置稼働レバーからの信号をピストラにつないでいきます。まずはこの位置のガラスの横にガラスを追加していって、ここまで伸ばしてください。できたらこの位置からダストを伸ばしてリピーターにつなげれば OK です。では視点を変更して次は装置停止後もしばらく動作を続けるための遅延回路を組み込みます。粘着ピストン、オブザーバー、トーチをこのように設置しましょう。まずは中に入ってこのトーチの側面を狙って粘着ピストンを設置するとこのように伸びた状態になります。この伸びた先の下を掘って下から見上げながらオブザーバーを粘着ピストンの前にポン。置けたら穴は塞ぎます。オブザーバーの顔が上を向いているのを確認してください。ここまでできたら粘着ピストンの上にトーチを設置してください。次はオブザーバー、ドロッパー、ホッパー、コンパレーターをこのように設置し、遅延用アイテムを2スタックドロッパーへ入れます。ドロッパーの向きはこちら、ホッパーの向きはこちら、コンパレーターの向きはこちらです。向きに注意してください。まずはこの粘着ピストンが伸びた位置に向けてオブザーバーを設置。信号の出口が上になっていれば OK です。次はこちらから横向きドロッパーをポン。顔の向きはこちらですね。次はドロッパーの顔に向けてホッパーを設置。向きはこちらになります。あとはこちらからコンパレーターを設置。この向きに置けていれば OK です。ここまでできたらドロッパーの中に1スタック64個になる適当なアイテムを2スタックほど入れてください。ちなみにここに入れるアイテム数が多ければ多いほど装置停止後ピストラが長く稼働を続けてくれます。だいたい2スタック入れておけば大丈夫ですが、調整したい場合はお好みでアイテム量を調整してください。はい、これで遅延回路の取り付け完了です。では一旦動作テストです。このレバーをオンにしてピストラが同時に動き出すのを確認してください。しばらく動作を続けた後、レバーをオフにするとピストラだけが動作を続けます。このホッパーの中のアイテムがなくなるとこのように動作を停止。このように動いてくれてれば OK です。
次は丸石の壁、境界、ソウルサンド、ボタンをこのように地面に埋め込みます。まずはこの位置を壊して丸石の壁を設置。その隣には境界、上にはボタンを置きます。次はソウルサンドを設置しましょう。次はガラスをこのように設置し水を流します。まずはこの氷の斜め上の位置から1、2、3。次はここ。次はここから1、2、3。一旦こんな感じです。次はこのガラスの側面に向けて水を流したら、この不透過ブロックの下から1、2、3と置きましょう。では視点を変更して次はこのようにマグマを流していきます。では下に降りてオブザーバーが並んでいる場所へ移動しましょう。マグマは3マス横に流れるので、ここから数えて1、2、3、4マス目にダバー。するとこんな感じで端まで流れます。次は左から数えて1、2、3、4マス目にドバー。このように端まで流れれば OK です。次はこちらにも同じように流していってください。次は穴の中の回路周辺にモンスターが湧かないように適度に松明を置いて仮ブロックを撤去します。まずはこんな感じで壁に向けて松明を適度に置いていってください。松明が置けたらこの穴に落ちないように置いていった仮ブロックは撤去しましょう。これを撤去しないとゲートが開かないので忘れずに撤去してくださいね。次は今後の作業がしやすいようにこのように穴を塞いでいきます。まずは右上のピストルの回路付近からやっていきますね。まずこのオブザーバーの上は置いて大丈夫。次はここからこんな感じで埋めてしまいましょう。あとはこのリピーターの上にも置いて大丈夫です。注意が必要なのはこの石レンガの隣ですね。ここは不透過ブロックを置いてしまうとこのように信号を遮断してしまうので、ここにはガラスなどの透過ブロックを置きましょう。あとは特に注意するところはないので、このようにダーッと埋めていきます。はしごの位置はこんな感じで開けておくか、見た目が気になる場合はトラップドアを取り付けておくのも良いかなと思います。あとはダーッと蓋をしていきます。次はゾンピグが湧いていることが確認できるようにはしごがある位置から1、2、3マス目をガラスに置き換え、こうするとガラス部分を除けば水路が確認できます。奥の方ははしごがある位置から1、2マス目をガラスに置き換えましょう。これで下の湧き状況を確認できます。これでゾンピグを沸かせてピストルで処理するところまで完成。ではここで動作テストです。まずは水星特攻5のついたトライデントを5本刺していきます。刺す場所はこのガラスの右下あたりと左下あたり。次はこのガラスの中央下あたり。次は反対側に回ってこのガラスの左下あたり、あと右下あたりです。ではレバーをオンにして稼働させてみましょう。下を覗いてみるとゾンピグが水路を流れてきているのも確認できますね。ピストラの方もゾンピグがたまらずにどんどん処理されてアイテムが手前に流れてくるのも確認してください。今後の作業でキーインゴットを1スタック使って動作確認するところがあるので、ここでキーインゴットを1スタック集めておくと良いかなと思います。では次はレバーをオフにします。しばらくピストラが動き続けて残ったゾンピグも処理されていきますね。はい、こんな感じで処理が完了しました。数匹後から上がってくることがあるかもしれませんが、特に問題はないので気にしなくて大丈夫です。では次はアイテムを上に運ぶ水流エレベーターを装飾ブロック、ハーフブロック、ガラスでこのように作ります。まずは装飾用不透過ブロックをこのガラスの上から1、2、3曲げて1個。次はこの位置から1、2、3、4個。次はこの石レンガの位置から1、2、3、4、5個。次はこの位置に下付きハーフブロックを置いて、その上にガラスを1、2、3、4個。次はこの位置から装飾用不透過ブロックを1、2、3、4、5個。こちらも同じように1、2、3、4、5個置きましょう。上から見るとこんな感じ。あとはこの位置にハーフブロックを置いておきましょう。次は腐肉の仕分け機作りです。まずはこのように地面を掘って回路の置き場を作ります。掘る位置はここから1、2、3、4、5、6とこのように掘ってもう1マス深くします。次は中に入ったらこの位置を1、2、この位置を1、2と掘ってください。次は隣をこのように深さ3マスで掘っていきます。まずはこの位置から1、2、3、4、5、6、7マス。次はここから同じく7マス掘ります。次はここから1、2、3、4、5、6、7、8マス掘ってください。こんな形ですね。あとはこれを深さ3マスになるようにさらに2マス掘り下げていきましょう。次は回路です。コンパレーター、リピーター、ダスト、トーチをこのように設置します。コンパレーターとリピーターの向きはこちら。このコンパレーターはモードを切り替える点に注意です。
まずはこの位置にこの向きでコンパレーターをポンポン。次にこの位置からダストを1、2と置いてリピーターをこの向きで設置。その先にコンパレーターを置いたらモードを切り替えます。次はダストを1、2、3、4個置いてこのブロックの側面にトーチを取り付けておきましょう。次は下向きドロッパーを2つこのように設置します。まずはこことここに仮ブロックを設置したら下から見上げながらドロッパーをポンポン。アイテム吐き出し口が下になっているのを確認しておきましょう。確認できたら仮ブロックは撤去して OK です。次はさらにこのように掘っていきます。掘り始める位置はこのドロッパーの真下のここから1、2、3、4、5、6と掘って、後でスライムブロックを使うのでこことここも掘っておいてください。こんな感じですね。次は粘着ピストン、スライムブロック、ガラスをこのように設置します。まずは粘着ピストンはこの位置に上向きで設置。次にスライムブロックを粘着ピストンの上から1、2、3、4と置きます。あとはガラスをこことここに置いておきましょう。次はこのようにマグマを入れます。マグマを流すのはトーチの斜め下の位置、ここに流してください。次はホッパー4つをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意してくださいね。まずはこのドロッパー側面に向けて設置。こちらのドロッパー側面にもポン。次はこちらの側面に向けて設置。最後にこのホッパーの側面に向けて設置してください。次はドロッパーの上にラージテストを2つこのように設置します。ドロッパーの上に1つ、2つこのように設置してください。次はホッパー4つをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。まずはこのチェストの側面、その右も同じように設置。次はこの位置に設置して、最後はこのホッパーの側面に向けて設置してください。次はホッパーを3つこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。まずはこのホッパーの側面に向けてポン。その右側も同じように設置。最後はこの下のホッパーに向けて下向きで設置します。最後だけ下向きなので注意ですね。では視点を変えて回路を置いていきます。まずはコンパレーター、レッドストーンブロック、ダストをこのように設置します。コンパレーターはこの位置にこの向きでしゃがみながら設置。次はこの位置のブロックを壊してレッドストーンブロックを置いてダストをここに設置しましょう。次はガラスとダストで下の粘着ピストンに回路をつないでいきます。まずはダストをこの位置から1、2、3と置いたらこの位置にガラスを置いて上にダストを置きます。次は斜め上のこの位置にガラスを置いてダストを置いて、次はこの位置にガラスを置いて上にダスト、最後はこの位置にガラスを置いて上にダストを乗せてください。置けたら一旦この位置にレバーを置いてオンにして、その後オフにして下のホッパー4つが1マス下に下がったのを確認してレバーを撤去します。次は仮ブロック、ガラス、ハチミツブロックをこのように設置します。ハチミツブロックはハニカムブロックと間違わないようにしてくださいね。まずはこのホッパーの後ろにガラスを1、2、3個。次にこの位置に仮ブロックを置いて登りやすくしておきます。あとはこのホッパーの上にしゃがみながらハチミツブロックを設置してください。次はアクティベーターレール、チェーン、ホッパー付きトロッコ、仮ブロック、ホッパーをこのように設置します。まずはこのホッパーの上にアクティベーターレールをしゃがみながら1、2個置いてこちらは壊します。次にこの位置にしゃがみながらチェーンを置いてホッパー付きトロッコを設置。ここでチェーン側にホッパー付きトロッコを押し込んでください。次に仮ブロックをハチミツブロックの上とホッパー付きトロッコの上にも置いて、この位置にレールとホッパー付きトロッコを設置。下に降りたらこの仮ブロックを壊してホッパー付きトロッコを下に落とします。するとこのように反発し合ってハチミツブロック側に少しめり込んでいるような状態になるので確認しておきましょう。確認できたらこの仮ブロックの側面に向けてホッパーをポン、横向きに置けたのを確認しておいてください。次はリピーター、ダストをこのように設置します。まずはリピーターをここに置いてダストをこことここに置きましょう。次はコンパレーター、不透過ブロック、ダスト、トーチをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずは仮ブロックを壊してコンパレーターをハチミツブロックの上にこの向きで設置。次にしゃがみながらリピーターとこのダストの上に不透過ブロックを置いて、上にダストを1、2と置いたらこの不透過ブロックの側面にトーチを取り付けてください。
次はアイテム設定を行っていきます。金床を使って1スタック64個になる適当なアイテムに名前を付けてください。アイテム設定を行うホッパーはこのホッパーを開いたら右4つには名前を付けたアイテムを1つずつ入れて一番左に腐肉を入れてください。腐肉の数が減っていって12個前後で止まれば OK です。次は腐肉がいっぱいになった時の処分機能についてもチェックしておきましょう。まずはこの位置に一旦レバーを置いてオンにしたらこのホッパーを開いて腐肉を一番左に2スタックほど連続で入れて吸わせてみます。その後下のドロッパーで腐肉が処理されているのが確認できれば OK です。確認できたらレバーは撤去しておきましょう。これで腐肉の仕分けと処分の仕組みは完成です。次は金インゴットの仕分けと金ブロック圧縮の仕組みを作っていきます。まずはこのようにラージテストを2つ設置します。チェストを置く位置はこのホッパーの横からですね。こんな感じで2段置いてください。次はホッパー2つとクラフターをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、クラフターの向きはこちらです。まずはクラフターをこの位置に顔が手前を向くように設置。次にホッパーをチェストの側面に向けてポンポン横向きに置けたのを確認しておきましょう。次は仮ブロック、不透過ブロック、ガラスをこのように設置し回路の置き場を作ります。まずは不透過ブロックをクラフターの斜め下に設置。その上に仮ブロック、不透過ブロック、仮ブロックの順で置きます。次は仮ブロックの背面に不透過ブロックをポンポン。上の不透過ブロックの背面からガラス、仮ブロック、仮ブロックの下に不透過ブロックを置いたらこことここの仮ブロックは撤去してください。次はホッパーを2つこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。まずはクラフターの上に下向きホッパー。次はこの仮ブロックの側面に向けて設置。横向きになっているのを確認したら仮ブロックは撤去してください。次は回路です。コンパレーター、リピーター、ダスト、トーチをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちらです。まずはコンパレーターをこの位置にこの向きで置いてダストをここから1、2、3と置きます。次はトーチをこの不透過ブロックの側面にポン。次にリピーターをこの位置にこの向きで設置します。次はコンパレーターをクラフトの後ろにこの向きで置いてトーチをこの位置に設置。あとはダストをここ、リピーターをこの位置にこの向きで設置して最後にこの不透過ブロックの側面にトーチを設置してください。次は不透過ブロック、クラフター、コンパレーター、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずは不透過ブロックをこことここ、クラフターはこの位置に設置。このクラフターはどの向きでも大丈夫です。次はこの位置にこの向きでコンパレーターを設置。その先にダストを設置。ここまでできたらクラフターを開いて9つのスロットを全部クリックして無効にします。できたらコンパレーターが検知してダストに信号が伝わっているのを確認しておきましょう。ではアイテム設定を行っていきます。設定を行うホッパーはこのホッパーですね。中を開いて右4つには名前を付けたアイテムを1つずつ入れて一番左に金インゴットを1スタックほど入れてこのクラフトの中に金インゴットが流れてきて金ブロックが作られていくのとここのチェストに金ブロックが入ってきているのも合わせて確認しておいてください。このように動いていれば OK。 金インゴットの仕分けと金ブロック圧縮の仕組みはこれで完成です。次は金の塊の仕分けと金インゴットへの圧縮の仕組みを作っていきましょう。ではまずはクラフター、ドロッパー、ホッパーをこのように設置します。クラフターとドロッパーの向きはこちら、ホッパーの向きはこちらです。まずはここから数えて1、2、3マス目のところ、ここにこの向きでクラフターを設置。次にドロッパーをこの位置にジャンプをしながら置いてアイテム吐き出し口が上になるように設置します。あとはこのクラフターの側面からホッパーをポンポン横向きに置けているのを確認しましょう。次はドロッパーの後ろにオブザーバー、粘着ピストンをこのように設置します。まずはこちらからこの辺りを狙ってオブザーバーをポン。顔がこちらを向いた状態に置ければ OK です。次は1マス離したこの位置にこの向きでポン。このように顔が向かい合わせの状態になりますね。あとは粘着ピストンをこのオブザーバーの後ろにこの向きで設置してください。次はクラフターにホッパーをこのように接続します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。置くときは全部しゃがみながら置いていきます。まずはクラフターのこの面に向けて横向きホッパー。そのホッパーの上に下向きホッパー。向きはこうなりますね。次はクラフターの上に下向きホッパーを設置。向きを確認します。次はクラフターのこの面に向けて横向きホッパー。置いたホッパーの上に下向きホッパー。向きを確認しておきましょう。次はアクティベーターレール、チェーン、ホッパー付きトロッコ、蜂蜜ブロック、針ブロック、ホッパーをこのように設置します。
まずはアクティベーターレールをここからしゃがみながら1、2個置いて、こちらは壊します。次にチェーンをここに置いて、ホッパー付きトロッコを置いたらチェーン側に押し込みます。次はこのホッパーの上に蜂蜜ブロックと仮ブロックを設置して、ホッパー付きトロッコの上にも仮ブロックを置きます。次はここにレールを置いて、ホッパー付きトロッコを置いたら、この仮ブロックを撤去。ホッパー付きトロッコ同士が反発して蜂蜜ブロックにめり込んでいるのを確認しておきましょう。あとはこの仮ブロックの側面に向けて横向きホッパーを設置してください。次は太化ブロックをこのように設置して回路の置き場を作ります。まずはこの仮ブロックの後ろから太化ブロックを1、2個。次はこのホッパーの後ろから1、2、3個置きます。置けたら仮ブロックは撤去して OK です。次は回路です。コンパレーター、ダスト、トーチ、リピーターをこのように設置します。コンパレーターとリピーターの向きはこちらです。まずはこの位置にこの向きでコンパレーターを設置。次にダストをこことここに置いたら、トーチをこの太化ブロックの背面にポン。次はダストをこことここに置いて、その先にリピーターをこの向きで設置。最後にこの太化ブロックの側面にトーチを取り付けてください。ではアイテム設定と動作確認をしていきます。まずはクラフターの中に作業中に使ったアイテムが入っていれば取り除いて、こちらのクラフターの中のキーインゴットの数を確認。今は4つ入ってますね。確認したらこのホッパーを開いて、右4つに名前を付けたアイテムを1つずつ入れて、一番左に金の塊を1スタックほど入れます。装置が動作して、このクラフターの中にキーインゴットが増えるので確認しておいてくださいね。これで金の塊の仕分けと金インゴットへの圧縮の仕組みは完成です。次は金の剣の精錬の仕組みを作っていきましょう。ではクラフターにつながるようにホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはクラフターからホッパーを1、2個このように横向きに設置したら、このホッパーの上に下向きホッパー、そこから向きを変えて1、2、3、4、5個つなぎましょう。次はホッパーの上に溶鉱炉を6個このように設置します。一番左は装飾時の見た目も考えて、今回はこちら向きに設置しますね。まずはここにこの向きでポン。あとはここから1、2、3、4、5と置きましょう。次はこのようにホッパーを溶鉱炉につなぎます。まずは溶鉱炉の上に下向きホッパーをダーッと置いていきます。向きを確認してくださいね。次は側面に向けて横向きホッパーをこのように置いていきましょう。はい、OK。次は燃料用ラージテストを3つこのように並べます。ここから1個、2個、3個このように置いてください。ラージテストを置いたら燃料を入れておきます。燃料はマグマバケツだと空バケツがクラフターに入って壊れるので、今回は燃料効率の良い乾燥昆布ブロックを多めに入れていきますね。はい、これで金の剣の精錬の仕組みは完成。次はアイテムを運ぶ水流を作っていきます。では装飾用太化ブロックと氷塊ボタンをこのように設置します。まずは装飾用太化ブロックをこことこことここ。次は水流延長用の氷塊とボタンを設置して、最後にここに装飾用太化ブロックを置きます。次は装飾用ハーフブロック、装飾用シーランタン、ガラス、装飾用階段ブロックを使って水路の側面を作っていきます。シーランタンは装飾用なので他のブロックで代用しても OK です。まずはこの位置からシーランタンを置いていって、ここまで置いたらガラスをここからここまで置きます。次は装飾用階段ブロックをチェストの上にこの向きで置いていきます。次は装飾用ハーフブロックをここから上付きで置いていって、ここまで置きましょう。はい、こんな感じですね。次は燃料切れなどで金の剣が精錬できなかった時に処分できるように装飾用太化ブロック、ガラス、マグマをこのように設置します。まずは装飾用太化ブロックをこことこことこことここに置いて、こちらはガラスをここに置いて、マグマをここに入れてください。次は奥の水流エレベーターからの水の流れを作っていきます。まずは一旦このハーフブロックは壊して、水流エレベーターの中に入ったら下から水を入れていきます。ここまで流したらこのように水流が横に流れていきます。ここで水流の延長部分は少し注意が必要です。ホッパーに流してしまうと下に水が漏れてしまうので、必ず壁側、今回だとシーランタンですね、こちらに向けて水を流してください。延長するとちょうどマグマの手前で止まる感じになります。あとはアイテムが飛び出さないように、この位置にはハーフブロックで蓋をしておきましょう。これでアイテムを運ぶ水流は OK です。では視点を変えて、次はこのように穴を埋めていきます。ここは特に回路を切断したりする心配はないので、こんな感じでダーッと蓋をしていきましょう。
はい、これで装置全体の仕組みは完成です。では最後にレベル30までどのくらいかかるかや10分間のアイテム効率を確認します。水星投稿後のトライデントはしっかり5本刺してあるか、燃料は十分にあるかを確認して、ドロップ増加3のついた剣を持った状態で装置カードレバーをオン。アイテムや経験値が流れてきてから効率を測ってみます。まずレベル30までは1分15秒ですね。だいたい前作の倍ぐらい早いですね。では10分経つまでもう少し待機します。はい、10分経ったのでアイテムをまとめました。今回は腐肉は3300個、金ブロックは58個、金インゴット換算だと522個ですね。多少前後しますが、このくらい取れていれば OK です。装置を利用する際の注意点としては、装置を稼働したまま遠く離れたりログアウトしたりするとトライデントがめり込みやすくなったり、高速でゲートを閉じる機構のディスペンサー内のバケツがなくなってしまったりする可能性があるので、装置が完全に停止してから離れたりログアウトするようにしてくださいね。では最後に装飾をしていきます。参考程度にご覧ください。まずは前面部分を階段ブロックやフルブロックで隠していきます。ここはシーランタンの明かりがちょっと見えるようにしていきますね。ここのホッパーは葉っぱで隠していきます。左側は奥にスライムブロックがあるので、この位置から装飾をしていきます。ここも葉っぱを入れました。ここのホッパーやチェーンは額縁で隠して、ここにはドロップ増加の剣やトライデントを保管できるようなチェストを置いてみました。右側面は一部階段にして溶鉱炉にアクセスしやすくしておきます。背面や左側面は今回は全部埋めていきます。屋根はモンスターが湧かないように下付きハーフで置いていきます。あとトライデントの差し直しがしやすいようにピストラの近くに扉をつけておきました。はい、今回はこんな感じです。いろいろ装飾を工夫して楽しんでみてくださいね。はい、今回は超高速ゲート開閉で効率アップした埋没式ゾンビグトラップ2を紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。